はい、こんにちは、かぶじいさんです。今回のハイライトですね。まずはこの素晴らしい天気の中、大雪山の裾野をね、小次郎で駆け抜けます。もう最高でした。そして青い池に立ち寄ります。素晴らしい色ですね。はい、その後美瑛富良野を駆け抜けて芦別岳のふもとを目指しますね。でジンギスカンを食べますね。美味しかったです。そしてキャンプで炎を眺めながら物思いにふけます。今回は北海道ツーリング7日目、大雪山麓を駆け抜けます。最後のおまけ動画までちゃんと見てってくださいね。はい、富良野の友人のペンションを出発しました。もう10時ですね。あまりに心地よくてまったりゆっくりしてしまいました。今日いただいた朝食はまず自家製のパン、富良野で採れた自然いっぱいの野菜のサラダ、スープ、野菜のジュース、そしてお手製のボリューム満点のキッシュにソーセージ、そして夕張メロンと、美味しくてたまりませんでした。ぐっすり眠れることやしっかり美味しく食事をいただけることがこんなにありがたいことなんだなってしみじみと感じました。はい、見てください、この青空。昨晩は結構この富良野ですね、雨が降ったんですよね。でも開けたらこの天気です。本当にじいさんは今回ついてますね。実は今日はですね、どこに行くか本当にノープランでして、友人にですね、どこ行こうかななんて話したら、大雪山の裾野とか、なんならロープウェイで大雪山の上まで一気に行ってみちゃえばなんてアドバイスももらって、裏道に行きなさいって、幹線は行かない方がいいよって言われて裏道走ってます。こうやってね、トラクターが走ってたりしていいですね。私ね、トラクター走ってるとつい野営しちゃうんですよね。私の世代っていうのは小さい頃ですね、ミニカー集めっていうのが結構趣味で多かったと思うんですけど、私なぜかね、トラクターのミニカーいっぱい集めてましたね。普通小さい子供が集めるミニカーって言ったらスポーツカーとかかっこいい車だと思うんですけど、私はトラクターですからね、周りからも結構ね、不思議がられてたと思いますね。変態だったんですかね、じいさんね。はい、今私が走ってるこの裏街道ですね、右手に大雪山国立公園の一帯が見えてるんですね。右から十勝岳、戸村牛山、それから旭岳、小八平、黒岳とね、素晴らしい景観がずっと続いてます。はい、ここね、まっすぐ行くと十勝岳温泉なんですけど、左折白金温泉の方へ曲がって十勝岳のふもとですね、望岳台というところへ向かうことにしました。はい、いよいよ十勝岳のふもとの望岳台に近づいてきました。はい、こちらが望岳台駐車場ですね。正面に噴煙を上げる十勝岳をね、こうやって眺めることができます。すごい景観ですね。十勝岳は今も火山活動を続けていて、大正火口やグランド火口とかね、たくさんの火口があります。十勝岳と反対側に目を向けますとね、富良野、美瑛、そして旭川までずっとね、広がる一面部屋をね、見渡すことができます。圧巻の風景ですね。なんだかんだと言ってる間に時間が経ちまして、もうお昼が近くなってきましたんで、この望岳岳を下ってですね、美瑛の町へ行こうと思います。お目当てはすごい評判のグルメですね。はい、美瑛の町に入ってきました。なんでしょうね、妙に整っていてね、やっぱ観光で町おこしがされたんですかね。昔とはもう景観が全然違いますね。こちらが評判の道の駅美瑛岡の蔵になりますね。ここは大正に建てられた
小豆や大豆をね蓄えておく貯蔵倉庫だったそうですね。で今は道の駅として改修されて利用されてます。この岡の倉の名物は美瑛カレーうどんなんですけれども、かぶじいさんはカレーライスフェチなもので、美瑛カレーライスにしました。野菜たっぷりですね。はい、もちろん最高に美味しかったです。はい、お腹がねいっぱいになったところでさ、次どこ行こうかななんて思いながら富良野の地図を眺めていたら、給仕のおばちゃんに青い池はもう行ったんかいって声かけられましてね。何ですか青い池って。行ってないのお兄さんって。いやお兄さんって私63歳のじじいなんですけどとかってはははとかってね笑ったりしましたけど、青い池にまず行こうってことになりました。はい、こちらが美瑛の青い池ですね。別名白金の青い池などとも呼ばれているそうです。十勝岳からの火砕泥流を防ぐための堤防に水が溜まったものなんだそうですね。いやこの青い池、水の青さとねこの立ち枯れた木々がねとっても幻想的な景色でね、しばらくねゆっくりと眺めていました。この後今日どこに泊まるかも全然決めてなかったんですけれども、富良野の大地でねもう一晩抱かれてキャンプしたいななんて考えながら富良野方面へ戻っているところです。裏街道から見ましたら遠くの丘の上に花畑が目につきまして、そちら行ってみることにしました。すごいんですねここね。花が咲き乱れててね、青空とのコントラストが素晴らしいでした。これは富良野のペンションの友人が撮ったねこのガーデンの写真です。すんごい綺麗ですね。私の走るペースがほんと超ゆっくりでしてね、こののんびりペースで50キロぐらいのゆっくりペースで走ってるんですよね。なので移動する距離、1日に移動する距離もすごい短いんですよね。でのんびりゆっくり走ろう北海道って感じのペースですんでね、そういう意味でも幹線道路はすごいスピードが速いですから、そんなとこねこのゆっくりちんたらのかぶじいさん走ってるとえらい迷惑ですしね。そういう意味でも裏街道をねのんびり走るっていうのはかぶじいさん的にはすごい合ってるんですよね。はい、これはね今幹線道路に出たんですけど、道路の脇走ってます。後ろから車が来てるんで抜いてもらおうと思って脇に寄せてんですけど、これがまた抜いてくれなかったり、抜いてもらうっていうのがまた難しいんですよね。移動するスピードが大変ゆっくりなので、風景を見ていても気づきがあるとかね、いろんなことを感じることができるって前回話しましたけど、逆に移動する距離が少ないから見れるものが少ないってことも言えますよね。もっと速いスピードで移動すれば北海道のいろいろな美しい景色をもっと見れるであろうし、だからゆっくり走ってればいいんだっていうのは一概には言えなくて、速いスピードで北海道を移動して、でいろんな景色を眺める。一概にゆっくりだからいいんだとか悪いんだとか、速く走ってると何かを見失うとかって、それは一概には言えないことだなって今ふと思ったじいさんです。物事っていうのはこういう風に考え方、捉え方によっては全く逆説的なことが言えるんですよね。はい、正面がね今日キャンプをする芦別岳ですね。なんだかんだとね、どうでもいいようなことね、じいさんあれこれ喋ってるうちに、今日ね泊まろうと思った芦別岳のふもとのキャンプ場、太陽の里というところに来ました。なんでここにしたかっていうと、キャンプ場の検索でこのキャンプ場が一番最後に出てきたんですよね。つまり人気がないんだろうと、人が少ないんだろうと思ってここにしました。かぶじいさんは人混みが苦手なもんで、キャンプ場を探す時もね、あんまり人気がなさそうなね、そういったところを選ぶ癖があるんです。今ねテントの設営を終えまして、近くのセイコーマートに飯をね仕入れに行って戻るとこですね。夕日が芦別岳に沈もうとしてます。綺麗ですね。キャンプ場に戻ってキャンプ場内を散策していましたら、なんと食堂があるっていうことが分かりましてね、
で、ここでかねてより食べたいなと思ってたジンギスカンとフラノワインいただくことにしました。さっきね、セイコマでね、夕飯仕入れたばっかりなのにね、こうやって無計画で動いてると、もう後からね、スケジュールの変更が発生しますね。これも旅の楽しさです。ジンギスカンを最後に食べたのはもういつだか思い出せないくらいでしたのでね、富良野へ来て富良野ワインとこのジンギスカン食べられて幸せです。本当に美味しかったです。はい、ランプに明かりを灯してね、焚き火をつけて真っ暗で静かなキャンプを楽しみます。セイコマで仕入れたポテトチップス、久々に食べることにしました。普段はね、じいさん罪悪感を伴ってしまってポテトチップス食べられないんですけど、今日はいいかということで食べてます。美味しいですね。せっかくの焚き火ですんで、サバの味噌煮をですね、焚き火で温めて食べます。これがまた美味しいですね。このキャンプ場にも熊出没注意の看板があったんで、ちょっと怖いんですよね。はい、空を見上げますと、ちょっと欠けた月がくっきりと見えました。芦別岳のふもとでね、寝る、こう山の裾野で寝るっていうのはとっても特別な感覚になりますね。はい、次回ツーリング8日目の予告編です。はい、8日目の朝ですね。今日も晴れてます。すごい太陽が眩しいです。朝食は五目ご飯に豚汁をいただきます。一度は来てみたかった有名なドラマのロケ地に来ました。いつ熊が出てもおかしくないような林道を駆け抜けます。雄大な北の大地の風景を眺めながら美味しいとびっきりのソフトクリームをいただきます。狩勝峠を疾走しながら帯広平野を見下ろします。無計画で走ってたんですけど、昔一度来た懐かしい駅舎にまた来れました。今回の北海道ツーリング動画いかがだったでしょうか。よろしかったらチャンネル登録にグッドボタンどうぞよろしく